不在の気配、舞台の外の詩学。ピエール・オーギュスト・ルノワール作品桟敷席の花束。1880年頃に制作されたピエール・オーギュスト・ルノワールの桟敷席の花束は、彼の画業における劇場空間を扱った数少ない静筆な一作である。その絵には舞台も俳優も描かれておらず、代わりに観客席、すなわち桟敷席の赤い肘掛け椅子の傍らに置かれた花束だけが静かに佇んでいる。この作品は、ルノワールが光や色、人物表現に向けていた関心を一時的に脇へ置き、空間と不在の感覚、すなわち人がいたという痕跡を主題とした極めて詩的かつ知的な挑戦であった。本作は劇場という空間を舞台ではなく観客席から捉えた点において極めてユニークである。しかもそこには人影がない。画面の主役は鮮やかな赤の肘掛け椅子とそこに置かれた一足の花、そしてわずかに見える薄灰色の手すりである。こうした人がいない空間に焦点を当てることは、実は極めて繊細な観察力と詩的感性を要する試みである。通常、劇場を描くとなれば、舞台装置や華やかな衣装、あるいは役者や観客の熱気に満ちた場面が選ばれる。だがルノワールは、その喧騒が過ぎ去った後の、あるいは開演前の、ひとときの沈黙に美を見出したのである。それはまるで何かを待っているかのような、あるいは何かが終わった後の余韻を感じさせる。赤い椅子はまだぬくもりを持っているかのようであり、花束は持ち主の帰還を静かに待っている。人物は描かれていないが、だからこそ、その不在がかえって強烈な存在感を放っている。これは、視覚的沈黙を通して、気配や記憶を描こうとする、ルノワールの詩的な眼差しの表れであろう。画面の焦点は、肘掛け椅子に置かれたバラの花束にある。その色彩は赤から白、桃色に至るまで、微細な濃淡をもって表現され、花びらの重なりにはルノワール特有の柔らかな筆致が宿っている。それはまさに、彼が長年描いてきた女性の肌やドレスの質感を連想させる官能性をたたえた描写である。しかしこの花束は、単なる生物ではない。それは見えない人物、すなわちこの座席の主の代理者として書かれている。バラはしばしば女性性、に、恋、官能の象徴とされるが、この場合、花束は持ち主であるエレガントな女性の気配そのものを代弁している。つまりこの作品は、一人の女性の不在を通じて、その存在の記憶や気配を視覚的に召喚しているのである。また、バラが舞台に投げられることを考えれば、この花束は観劇を終えた後の記念品、あるいは誰かから贈られた贈答品であった可能性もある。そうだとすれば、この作品は一種の物語を内包した視覚装置であり、見る者の想像を刺激する装置として機能する。花束は誰のものか、彼女はどこにいるのか、なぜ席を外したのか、すべては語られず、しかし感謝の心中には小さな物語が芽生えてゆく。本作で特筆すべきは、その大胆かつ抑制された色彩構成である。画面の大部分を占める赤い椅子の色は、ルノワールが好んで使用したカドミウム系の色彩に近く、赤といっても単調ではなく、陰影により深みと立体感が与えられている。椅子の曲線的な背もたれや肘掛けの部分は黒い輪郭で縁取られ、装飾性を強調していると同時に、画面の構造的安定性を確保している。一方で、背景の灰色や手すりの淡い処理には、光の繊細な変化を捉える印象派的アプローチが残されている。これにより、画面全体は単なる生物的写実にとどまらず、まるで音楽のように色と形が奏で合う、装飾的詩情をたたえている。このように、桟敷席の花束は、具象と抽象、描写と構成、生物と物語性という複数の要素が、見事にバランスを持ちながら共存している作品である。まさにルノワールがその画業の中盤において模索した装飾性と感覚の統一の成果の一端と言えるだろう。ルノワールがこの作品を描いた1880年頃、パリはまさに華やかな都市文化の中心であった。オペラ座や喜劇座などの劇場は社交の場であり、観劇とは舞台を見ること以上に、着飾った観客たちが互いの存在を確認し合う空間であった。特に桟敷席は、貴族階級や新興ブルジョワジーの女性たちが、
その美しさやファッションを披露する見られる舞台ともなっていた。ルノワールもまた、そうした劇場文化に親しんでいた画家の一人である。彼の人物画にたびたび現れるレースやシルク、羽飾りといった装飾的要素は、当時の劇場文化と密接に結びついていた。この作品におけるバラの花束もまた、劇場という社交空間において、女性の存在の痕跡として極めて象徴的な意味を担っている。つまり、舞台を見るための空間ではなく、自身を演出する空間としての劇場、その視点からこの作品を捉えるとき、私たちはより深い社会的意味の層に到達することができる。今回の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠は、印象派以後の美術が歩んだ二つの異なる道筋を提示する試みでもある。セザンヌが空間と形態の論理に重きを置き、目に見える世界を再構築することを試みたのに対し、ルノワールは、見ることの喜び、感覚の優越に重きを置いた。この桟敷席の花束における空間処理と色彩構成、そして不在を描くという詩的手法は、セザンヌの持つ理知的構築性とは対照的である。セザンヌであれば、花束の構造や座席のパースを明確に捉え、それを幾何学的に配置したであろう。しかしルノワールは、あえてパースを曖昧にし、視線を特定の焦点に導かないことで、空間に漂う感覚や余白の美を追求した。このような比較は、印象派以後のフランス美術が、感覚の絵画と構築の絵画という、二つの軸をどのように発展させていったかを理解する上でも重要な視座を提供してくれる。ルノワールの桟敷席の花束は、まさにその感覚の軸における象徴的作品として位置づけられるべきである。桟敷席の花束は、ルノワールが単なる印象派の画家にとどまらず、詩的空間や記憶の層にまで関心を広げていたことを示す、静かな野心作である。人物を描かずに、人物の存在を語る。舞台を描かずに、劇場のドラマを伝える。花束はそのすべての代理として、画面の中で豊かな声を発している。現代において、私たちはしばしば視覚情報の洪水にさらされているが、ルノワールがこの作品で示したような視覚の沈黙、あるいは不在の美を感じ取る感性こそ、再び取り戻すべき資質なのではないだろうか。そこにあるのは、見ることの根源的な優越、そして想像力が織りなす芸術の原風景である。この花束が静かに語りかける言葉に、見る者はどのような物語を重ねるのか、その問いこそが、絵画における真の対話である。